どうも、ペンテンクルーのタイガです。お久しぶりでございます。約2週間ぶりの動画ですね。ちょっと、いろいろあってサボっちゃってたんですが、またね、久しぶりにちょっと再開したいなと思います。そんな中、動画お休みして2週間以上なんですけど、徐々にチャンネル登録をしてくれる方が増えてですね、本当にありがとうございます。で、いつも言ってるんですけど、僕たちみたいなスニーカーが好きだったりとか、音楽が好きだったりとか、お洋服が好きだったり、という方ね、いらっしゃいましたら、ぜひ、同じ趣味だなっていう方がね、いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価ボタンも、よかったら、お願いいたします。というわけで、今回もですね、懲りずに、スニーカーをまた買ってみましたんで、ちょっとご紹介できればなと思います。こちらですね、また今回もナイキの赤箱、NSW の赤箱ですね、でございます。もうね、サムネで分かってる方多いと思うんですが、ちょっと見ていきましょう。はい。今回購入したのがこちら、ナイキのダンクハイスペシャルホワイトピュアプラチナムです。Tongue-tied midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love 'cause I'm here tonight. I don't wanna say it, but it just feels right. I think the pills just to pass the time.こんな言い方あんまりしたくないんですけど、彼はそこまで人気がないようです。で、この話もあんまりしたくないんですけど、いわゆるプレネ、っていうのもほとんどついてないです。前に利用させていただいたスニーカーダンクさんで、サイズによっては結構お定価以下で手に入ったりとかね、したりとか、クーポン使えばもうほとんど定価以下で手に入っちゃうようなんで、結構ね、人気がないなっていうイメージなんですけど、僕はもうめちゃくちゃいいなっていう印象なんですよ。はい。ですね、僕、真っ白だと思ってたんですよね。真っ白のダンクだと思ってました。ディティールでご説明するんですが、スーッシュとソール、アウトソールですね、に関しては、一応、表記上ピュアプラチナムとなってるんですが、かなり薄めのグレーが使われております。もう開けてびっくり。あれこんなんだったんだっていう。めちゃくちゃ良かったです。これが本当に功をなしました。というのも、僕ね、真っ白のダンクだと本当にずーっと思ってて、抽選にね、応募した時もずっと真っ白だと思って、全然真っ白でもいいやと思って、抽選に応募しました。で、今回は、初めて、代官山の SNS さん、スニーカーズエンスタッフさんで、抽選が当たりました。オープン以来に行ったんで、本当に久しぶりに、代官山 SNS さん行きましたね。隣にはね、カフェも併設されて、最近できたようですね。結構すごいエスプレッソマシンが入ってるようで、コーヒーちょっと飲んだんですけど、かなり美味しかったです。僕は土曜日に行ったんですけど、お店よりね、カフェの方が結構人が入ってる感じでした。美味しそうなケーキとかもあって、ぜひ代官山寄った際はね、行ってみても面白いんじゃないかなと思いますが、その SNS さんで、スニーカーズエンスタッフさんで、当選して受け取り行った時に、と思ってね、もう全部白だと思ってたんで、かなり嬉しかったですね。もうなんだったら僕、3年ぐらい前にですね、僕スニーカーのカスタムというか、色塗ったりするのをちょっとハマってた時期があって、これ結構ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、
アンジェラスですね。このグレーがあるんで、僕数周グレーに塗ろうかなって本当に思ってたんですよ。というのも、ジョーダン1のオリジナルカラーで、白と灰色があるんですね。でこれは85バーシティレッドみたいな感じで、来年あたりかな、また復刻するっていう噂が出てたんですが、そんな感じでちょっと数種の部分グレーに塗ろうかなと思ってたり、あとエアフォース1の OG ですね、オリジナルっていうのは、数種グレー、アウトソールもグレーなんですよ。こんな感じでね、グレーなんですけど、それもね、ナイキ ID、今、ナイキ by You か、で、ローカットで僕ちょっとね、それも作ろうかなと思ってたんで、これ真っ白だと思ってて、変えたらカスタムしようかなと思ってたんですが、まさかのもう最初からアウトソールまで、グレーということで、めちゃくちゃラッキーです。カスタムいらずということです。はい。で、ダンクの話っていうのは、もう基本的に僕たちのチャンネル見ていただいている方だとお分かりかと思います。もう僕、ダンク好きなんでね、ずっとお話ししてます。過去動画漁ってみてください。特に、ミシガンかな、今期の時とかにもよく話してるんで、ぜひよかったらそちらの方を見てください。もう今日はね、ディティールと、ちょっと履いてみた感じをね、お伝えできればなと思っております。じゃあディティール行ってみましょう。まず、アウトソールですね。ちょっと色味出るかなっていう感じなんですが、ピュアプラチナムという薄いグレーとなっております。パターンは、いつものダンクっていう感じですね。ちょっと雨の日滑りやすいパターンではあるんですが、履き心地は僕的には好きですね。硬くもなく、柔らかくもなくという、地面をしっかり捉えるような感じですね。で、ミッドソールですね。ミッドソールもパキッとしたホワイト。で、アッパーも基本的にホワイトで、数種のみが、ピュアプラチナムという薄いグレーとなっております。で、アッパーの素材ですね。この間手に入れた今季ミシガンとほとんど変わらないスムースレザーなんですけど、若干シワ感があるようなレザーとなっております。これちょっと好き嫌い分かれるかなっていう感じで、ジョーダンとかに比べると、若干安価なレザーなのかなっていうような印象です。ただ履き込んでいくと、そういうのは気にならないかなと思います。で、ダンクね、このあたり、トーボックスっていうのはやっぱりどうしてもシワがつきやすいんで、気にされる方はちょっとどうかなっていう感じなんですが、最近中に入れる、こういう感じの、トーガードっていうのかな。僕これ買って全然一回も使ってないんですけど、こんなのも売ってますんで、ぜひ、シワが気になるっていう方は、こういうのを入れてみてもいいかなと思います。もうアッパーに関してはね、基本的に特に言うことはない感じですね。はい。で、あと、ライニングもね、一応ピュアプラチナムでグレーのカラーとなっております。で、シューレースですね。シューレースもパキッとした白が入ってますし、ちょっと見にくいんですけど、シュータンですね。シュータンなんかね、やや短めの印象なんですよね。ミシガンも結構短いかなっていう、昔買ったダンクよりちょっと年々短くなってる感があるんですが、果たしてどうなんでしょうね。はい。タンラベルはね、ホワイトで、文字がですね、シルバーというかグレーですね、となっております。シュータンはね、最近買ったミシガンと一緒で、ちょっとパキパキっとしたコットンナイロンっていうのかな。ナイロン強めの感じとなっております。あとね、いわゆるナイキクオリティっていうところなんですけど、割と今回も結構ひどいものかなっていう感じはあります。この辺ね、接着剤のはみ出しとか、数種ちょっと汚れてたりとか、あと何よりね、今回この黒タグついてなかったんですよね。SNS、スニーカーズ園スタッフのスタッフさんと、ちょっと会計前に確認したんですけど、今回も割とひどかったと。他の在庫に関してもね、一応検品したらしいんですけど、結構ひどいと。で、これもね、黒タグが最初からついてないような状態で、僕の場合、履くんでもう別にいいですっていう、交換しましょうかっていうお話くれたんですが、もうちょっと、僕履いちゃうんで、もう大丈夫ですということで、このままゲットしてきました。なんで、二次流通とかで手に入れようという方は、もしかしたらちょっと当たり外れっていうのがあるか
かもしれないです。はい。そこだけちょっと要注意かな。まあ、ただ、ガンガン履いていくっていう人がほとんどだと思うんで、まあ、気にしなければ全然いいのかなと。まあ、まだね、お安く手に入りますし、ぜひおすすめでございます。じゃあまあ最後ですね、ちょっと履いてみましょう。はい。まあこんな感じで履いてみました。よいしょ。ああ、なるほど。いや、いいのはもちろんめちゃくちゃいいんですけど、個人的にかなり狙い通りなんですよ。で、何が狙い通りかっていうと、僕今季ミシガンですね。結構出塁率が高くてというか、よく履いてるんですけど、あれはマイサイズの 25.5 をちょっと選んだんですが、やっぱり僕の足の幅がね、広いのかな。ここがね、やっぱりちょっとぼってりしたような見た目、になっちゃうんですけどね。で、ダンクとか、あとジョーダンもそうなんですけど、ちょっとクラシックなやつって、僕フォルムがシュッとした感じで履きたいんで、上から見た時の、自分からね、見た時っていうのが、ちょっとテンションなえるんですよね。そのぼってりシルエットになっちゃうんで、もうジャストすぎてね。それがちょっと気になってたんで、今回こちらは、ハーフサイズアップして26センチを選びました。すると結構、そのぽってり感っていうのはなくて、紐をね、ややちょっときつめに縛って、シュッとしたクラシックな感じで履いてるんで、僕的にはかなり狙い通りな感じです。ただこれフォースワンとかだと僕、なんて言ったらいいんだろう、ぼってりしたシルエットが結構好きなんですよね。高校生の時とか聞いてた US のラッパーとかは、紐ゆるゆるでぼってりした感じで履いてたんで、そのイメージがあるんですけど、ダンク、ジョーダンっていうのはやっぱりちょっとシュッとした、クラシックな感じで履くのが結構好きですね。で、今回ね、なんで人気ないんだろうな。なんて言ったらいいのかな。みんなあれかな。僕と同じで真っ白だと思ってる方が結構多いのかなと思います。僕も本当何回も言うんですけどびっくりしたんですけど、スーシュとアウトソールっていうのはね、綺麗な薄めのグレーなんで、どんな服にも合わせやすいかなと思います。で、僕にしては珍しく真っ白のスニーカーです。というのも、ここ最近というか、今年の冬は、ちょっとパーカーをあんまり着るのやめようかなと思いました。言ってももう今年というか31なんで、ちょっとちゃんとした服装とかがしたいなという年頃です。さっきみたいにね、シャツ着たりニット着たりした時に、真っ白のスニーカー、真っ白ではないんですけど、真っ白のね、ちょっとクリーンな感じのスニーカー欲しいなと思ってたんで、ちょうど良かったかなと思いますが、どうでしょう。シャツとかね、ちょっと綺麗めな感じに合わせる時に、やっぱり足元はちょっとただ、アイデンティティ的なストリートなバックボーンもちょっと欲しいなと思うわけですよ。そういう時に結構このダンクっていうのは使えるんじゃないかなと思います。履き心地はいつものダンクですね。僕はこれすっごい好きですね。はい。クッショニングが、なんていうのかな。心地いい感じですね。ほんとクラシックな雰囲気です。ハイテク感は全然ないんですけど、帰ってきたなっていうような感じです。はい。おすすめです。フォースより硬くはないかな。僕はダンクの履き心地めちゃくちゃ好きです。いい感じだと思います。これ狙ってる方結構、早めに買った方がいいのかなっていう気もするんですが、なんとも言えないです。欲しい人、どうでしょう。これ本当に真っ白じゃないんで、合わせやすいと思います。めちゃくちゃ良かったです。やった。という感じで、今日はね、もうこのまま動画終了したいと思います。はい。またね、今週ちょっとちょこちょこ動画は絶対作っていこうかなと思ってるんですけど、いかんせんちょっといろいろバタバタしてるんで、はい、どうなるかなっていう感じですが、ラジオの方もよかったら聞いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye. See you.